皆さんこんにちは、タサン島です。今日はアングレーズソースというカスタードソースを作りたいと思います。材料は卵、卵黄と、牛乳と砂糖、あとはバニラビーンズを使うか、バニラエッセンスとかバニラオイルを使うか、もしくはもうなくてもいいと思いますし、バニラシュガーみたいなものも持ってる方は使ってもいいと思うので、私自身もバニラビーンズって結構高いので、あんまりお客さんが来た時とかは使うんですけど、普段なんかさっと作って食べるっていう時は使わなかったりもするので、その辺は好みでやって使っていただいて大丈夫です。では早速作っていきたいと思います。まず、鍋に、牛乳を入れて沸かしておきます。今日は 250cc の牛乳を使うので、この小さい鍋に入れて、cc なんですけど、グラムでもそんなに変わらない、ほとんど変わらないので、私は、計量カップ洗うのがめんどくさいので、グラムで測ってしまいます。でこの卵と牛乳の割合なんですけど、すごくいろんなレシピがやっぱりあって、卵が多いとすごく卵の味がすごく濃いクリームになりますし、濃度ももちろん濃くなります。なのであとクリームを入れるレシピもあるし、一回自分で作ってみて、私もっと卵を風味した方がいいなとか、もっととろみがついてた方がいいなっていう人は、その卵の量を増やしたりして調節したりで、ちょっと重たい感じで重厚な感じというか、そういう風に仕上げたい人は半分ぐらい生クリームにしてみるとか、一回作ってみて食べてみて、お砂糖の量もそうなんですけど、いろんな分量でできるので、試してみてるといいと思います。今日は250cc の、牛乳に対して卵黄を3個で作りたいと思います。でこれが 300cc になってもできるし、例えばもっと濃厚な感じで 150cc で作っても問題ないので、実際に作って食べて自分で好みを見つけるっていうのが一番いいかなと思います。その卵白の使い道なんですけど、このあとデザートとして、卵白を使ったデザートを作るっていうのも一つだし、あと私はよくソースだけ何か例えばフォンダンショコラみたいなチョコレートのお菓子を焼いてソースを作ったりすると、どうしてもやっぱり卵白が余っちゃうので、そういう時は天ぷらじゃないけどなんか揚げ物の料理として揚げ物の衣として使ったりとか、あと卵料理、卵焼きとかオムレツとか、そういうのに卵白だけちょっと多めに入れて使ったりします。で卵白だけも綺麗な瓶とか保存容器に入れて取っておけば、いろんなお味噌汁の中に最後に浮かして散らして具材として使うとか、スープ、中華風のスープとかにも使えるので、取っておくといいと思います。そして、ボウルの方に卵黄を割って、卵白は取っておくので小さい方のボウルに入れておきます。はい、じゃあ卵を割っていきます。じゃあ、違うこれまださっきから何回もしまう手持ち無沙汰になっちゃって。はい、では、バニラビーンズ今日はちょっと使って作ってみようと思うんですが、
まあ、この量だと本当に少しでいいと思います。どのくらい使うかももう自由に好みなんですけど、3分の1、1本ぐらいでいいです。あとは私砂糖、これグラニュー糖を入れてる容器なんですけど、使い終わった鞘はしっかり洗って干して、でお砂糖の中に入れておくとこれデザートの時に使うグラニュー糖なんですけど、ほんのりバニラの香りとかがついてくるので、こういうのを、普段のデザートお菓子作りにも使って、たまになんかちょっと頑張るぞっていう時にバニラビーンズを使うっていうのも一ついい方法なんじゃないかなと思います。結構これで香りがつくので、はい。であとはもちろんバニラビーンズ、バニラエッセンス、バニラオイルは入れるタイミングとしては、仕上げにあんまり火をずっと火にかけた状態で置いとくと香りが飛んでしまうので、完成してから入れるぐらいでもいいかなと思います。今日はバニラビーンズなのでこれをまず半割りにします。で端っこはつけたままでこの種をしごいて取り出します。はい。そしたら鞘の方は香りを出すために牛乳の中に入れてしまいます。で火をつけますね。そして、種の方はあまり火にグツグツかけておくと香りが飛んでしまうので、卵黄の方に混ぜます。はい。お砂糖をこの卵黄の中に入れて、量は好みなので今日 250cc の牛乳なので25g ぐらいあれば結構甘さは感じると思うんですけど、デザートとして使うには少し薄いかなっていう感じなので、今日は 50g 入れようと思うんですけど、甘さは本当に好みなので好きな一回作って判断してその好きな量を入れてください。じゃあ 50g 測ります。はい、そしたら泡立て器を使ってしっかり白っぽくなるまでしっかり混ぜてあげます。はい、こんな感じです。これなんでこの白くなるまで混ぜるかというと、この白くなった状態っていうのは小さい泡が卵黄の中に広がっている状態なので、その泡のおかげで熱い牛乳をこれからここに入れるんですけど、牛乳がブワッと広がって均一に熱が伝わっていくようになります。なのでここしっかり混ぜてちょっと白っぽくなってくるまで混ぜてください。牛乳を沸かす火加減は自分がここまでの作業をどのくらいの速さでできるかという感じなので、時間かかりそうだなっていう人は弱めで、早くできるよっていう人はもう強火でバッと沸かしてしまっていいかなと思います。牛乳は沸騰直前ぐらいの温度まで温めます。はい、じゃあそこまで温まったら、熱い牛乳を一気に加えながら混ぜます。でちょっとボールがずれるのが気になる人は濡れ布巾を下に引いて、入れながら混ぜていきます。これは一気に入れちゃって大丈夫です。そしたらこの鍋肌についたの焦げやすいのでゴムベラで取ってもらって、この、よく混ぜた
液体を鍋に戻します。はい、ここはしっかり残った卵黄とか牛乳をしっかりここ取っておいて、はい、でざるを一つかましておきます。そしたらこの液体を火にかけて、今度は弱火だとちょっと弱すぎると思うので中火ぐらいの火にかけて、強火だと卵が入ってるのでぐっと卵がもそもそっと火が入ってしまうので、かといって弱すぎると全然こう火が入るのに時間がかかっちゃってすごく時間がかかるのでタイミングを見失いやすくなります。なので中火ぐらいの割と強い火なんですけど、強すぎない火加減でここは火にかけて、そこをしっかりこするような感じで大きく動かしながらこう縦に切るような感じですかね。こういう感じでゴムベラを動かします。でそうすると最初はやっぱり泡が浮いているんですけども、これに卵に火が入って濃度がついてくるとこの泡が消えてきます。卵に火が入ったっていうサインにもなるので、泡の様子よく見ててください。でちょっと強すぎるかもって思った時にこっちをいじっちゃうと結構もたついちゃうので、今みたいにこうやってパッと鍋を離してあげるとか、こういう風に動かすとか上に浮かしてあげるとか、鍋を離してあげると割とスッと火のとなんていうかな、火の加減ができるので、様子見ながら強そうかもって思ったら一瞬ちょっと鍋を離してあげるといいと思います。で落ち着いたらまたこう戻して、で今だいぶ火が入ってきました。泡が、今消えてきて、こう鍋底をこう引っ張ってきた時に少しこう鍋の底が見える感じ。ゴムベラに、指でピッと線を描いた時にこの液体の濃度が緩いとこれがヒューッとまたくっついていくんですけど、線が描けるぐらいの濃度といいますね。それをちょっと目安にしてください。では、火が入ったら一度やっぱりちょっと牛乳の膜だったりとか卵の体とかいろいろちょっと舌触りが良くないものがあるのでこします。はい、でしっかりこして、そしたらこのソースを、氷水に当てて早く、なるべく卵なんでなるべく早くこういうふうに氷水に当てて冷やします。私はそういう保冷剤を使っちゃうんですけど、氷いっぱいある方は氷を入れて、でなるべく早く冷やして冷蔵庫にしまってください。でこのソースなんですけど何に使うかっていうと、タルトとかの焼き菓子のソースとして使ったり、チョコレートの焼き菓子ガトーショコラだったりフォンダンショコラだったり、マフィンみたいなものでも美味しいですし、よくお菓子はわざわざ作るのがめんどくさいんだけど、市販のコンビニで売ってるチョコレートのケーキとかでもいいんですけど、ちっちゃいやつとか買ってきた時にちょっとソースをつけてお皿盛りとかするともうデザートに変身するので、そういう感じの時に使っています。
でロマンはフランス人なので、これフランスだと結構スーパーにボトルで売ってたりするんですね。なので冷蔵庫に入ってるとロマンはジュースのようにグビグビ飲んじゃうんですけどはい、そんな感じでちょっと一回作ってみていろいろ試してみるといいと思います。ソースがあるだけで結構華やかになるので、ただのタルトとかもすごくデザート感がぐっと増していいかなと思います。はい、はい、これで、アングレーズソース、カスタードソースの完成です。いろんな使い道があって、あと家にある材料でできる簡単なソースなので、ぜひ作ってみてください。分量は概要欄のところに書いてあります。それではさようなら。